花巻はいつぶりだろう、1ヶ月以内ぶりくらいかな。うん、最近5月かな、来たの。うん、そう、なんで来たのか覚えてないんだけど、なんで来たんだっけ。あれなんで来たんだろう。たまたま寄ったんだ、実家から戻る途中で。今住んでるのが栃木県なんだけど、実家帰る時の行き帰りがもう全部東北縦断するから、その中でやっぱ北東北はよく寄るんだよね。なんか小さい頃の原風景に出会う感じがすごくあるし、自分が育った時代っていうのが日本の戦後の高度経済成長期だったんで、小学校の頃と高校の頃じゃもう周りの風景が全く違うんだけどね。でやっぱ今実家帰っても同じ風景があるわけじゃなくて、あんまり帰ってきた感じしないんだけど、逆に、東北とか北海道の特に都市部じゃないとこを通ると原風景に出会える、うん、だからすごい旅するのは好き。特に北だよね。なんか花巻っていう町自体はやっぱなんか食堂、デパートの食堂に行くのがすごい好きで、そうマルカン大食堂だっけ、そこ行くとやっぱ子供の時に親にデパートの食堂連れて行ってもらったことを思い出して、もう鏡見るまで自分が何歳か分かんない感じになるんですよね。そう俺はいつも一人で遊んでる子供だったっていうか、近所に同い年の子があんまりいなかったんで、本当にちっちゃい時は動物、隣の家で羊がいたりとか、なんだろうね、寂しいと思ったことがなくて一人でいつもいたね。自然の中にいると自分の中が見えてくる。そう街にいると街並みとか看板とかこう目的地っていうか視野の中に歩く順番が見える感じがある、街の中にいると。でも自然の中入るともう目的がわからない、どこに行くとかわかんない、ただ茂みを越えて歩いていかなきゃいけない。それがもう全然違うと思うね。歩きながらってすごくいいことで、やっぱ歩いてるとね、目的物を見ずにただブラブラ歩いていくと、なんかその間やっぱ自分との対話がすごいあるんですよ。小学校の校庭くらいの土地に木をいっぱい植えて育ててて、でそれを見回ったりよくしますけど、そうだね、木いっぱい植えてて、木って言っても雑木でブナをね200本くらい植えて、それ種から育てたブナで、なんかその中で残ってんのがその4分の1くらいしかないけど、いい森を作りたいなと思って。あとはもう元から自生してるコナラとか植えてっていうか、自然に生えてきたのをなんか植えたりしてるけど、植え替えか。で別に一日中絵描いてたりするわけでもなく、なんか森歩いたり、そういう植物の世話したりして、そっちの方が時間多かったり、あと音楽がすごい好きで、いろんなフェスで DJ やったりとかして、今年も夏から秋に3つくらい、4つか DJ しなきゃいけなくて、でなんか美術やってる自分って多分自分の中の4分の1くらいでしかないんだよね。
本当にみんな多分俺の中がこう 90% ぐらい美術できてると思ってるけど、そんなこと全くなくて、うん、なんかフェスで会う人たちもいっぱいいるし、うん、そうだからなんか先入観ってあるじゃん。うん、多分宮沢賢治が先生してた時には彼は生徒の中では先生だったんだよね、きっと。うん、文学者って誰も持ってなくて先生先生って呼ばれてたと思う。なんか、うん、そうでも本当に人ってなんか先入観で見ちゃうから、うん、絵描いてる他の人とか美術やってる人と出会っても話が合わないっていうか、うん、みんなその絵のために本読んだり絵のためになんかするんだよね。でも俺別に絵のために木を育ててるわけでもなく、絵のために音楽やってるわけでもなく、逆に音楽やっててそれが絵に現れる、なんだろう、絵がメインじゃないの。とにかくたまたま絵が目が出て、うん、そしたらいろんなものがだんだん見えてきて、もしかしたら絵を描いていく、それはなんか一つの手段であって、自分が自分を発見するための、うん、危ないよ、うん、そこで初めて何をしたいかが分かってくる、見えてきて、それは全然絵とかと関係ないの。もっと旅したいとかそういうことだったんだよね。だからみんなが知らない自分っていうのは例えばそうだな、アフガニスタン行って難民キャンプ行ったり、シリア難民のキャンプ訪ねたりっていうの多分みんな知らないと思うんだよね。なんかでもそれを美術で何かしようとは全く思わない。なんか、うん、やっぱり美術っていうのはなんかそういうものから自分の中では離れてて、もっと自由なものなんだよね。それはなんか言論の自由と全く違う自由さで、うん、もっと個なもので人々に訴えかけるものでもないし、自分の中でこう作って自分の中で完成させて、でたまたまそれを人々が見るみたいな、そういう感じ。オーディエンスがいるっていうことを前提にやるじゃん、音楽とか演劇とか映画とか。うん、で自分はずっとやってきて気が付いたのは、あまりオーディエンスのこと考えてない、うん、自分自身がオーディエンスで、オーディエンスのこと考えるのは展示作業の時、最初に来たらこの絵がこう見えるとか、曲がったらあの絵があったらいいなとか、そういうことはめっちゃ考えるけど、それは全く制作と別のことで、自分がオーディエンスのことを考えるのはそういう時かな。みんなまた知らないと思うけど、俺中学校の時柔道部で高校でラグビー部だったでもなんかいろいろ理由があるんだけどね、なんかちっちゃい頃の自分の感性っていうのがすごいこう植物が好きだったり花が好きだったり、なんか可愛いものが好きだったり、すごいこうまあめめしいと言われるような感性、女の子みたいな。でそれがすごい子供の頃に嫌で、男っぽいスポーツしたのかもしれない。柔道とか、うん、ラグビーとか。そう。いや、はあ、うん。いや、僕山登り自体は全然しないんだよね。なんか富士山も登ったことないし、自分の実家のとこにある岩木山とかは登ったこと何回もあるけど、そう子供の時にね高山植物愛護少年団っていうのに入ってたうん、あるんですで観光客とかがみんな捨てていった空き缶とかさ、俺小学校の時だからまだそういう自然を守ろうとか自然を大切にしようっていう観念がなくて、結構みんなゴミ捨てる。そうでそれを集めてさ、休みの日、そう
やっぱ自然の中歩くと、うん、全然違うね、街中歩いてるのと。うん、やっぱ周りに人がいないっていうのが圧倒的に自分の世界に入っていけて、うん、で逆に人がいっぱいいる中だとね、孤独感とか俺感じたりするんだけど、うん、一人で森中とか山の中歩いてると孤独感が全然なくなっていって、なんかこう、うん、やっぱ宇宙とつながってる感じ、極端に言うと、うん、そういう感じがするんで、うん、すごい好きですよ。宇宙っていうか、そう森羅万象っていうか、本当にたくさんいろんなものがある中の一つちっぽけな塵みたいなもんでしかないなと思うんだけど、でもその塵にも存在理由があって、それが今歩きながらこの考えてる自分がいるっていうのが存在理由なんだなって思ったりとかよくするよね。パッとこう気づくと、俺はここにいるんだみたいな。うん、絵描いててめっちゃ調子が良くていいものができた時って覚えてないんだよね。なんかスポーツ選手がよくほらゾーンに入るっていうじゃない。それとすごい似てて、なんか自分がどっか行っちゃう、うん、そういう感じがまあ宇宙とかと一体になるみたいな感じだと思うんだけど、うん、だから森の中とか歩いててもやっぱそういう時があるよね。なんか、うん、なんか自分の中に宇宙があって、そう周りが宇宙なんじゃなくて自分の中に宇宙があって自分の中の宇宙に入っていく感じがすごいする時があるよね。なんかやっぱなんか人間って成功を手にするとその成功している社会にやっぱ染まっちゃうっていうかいちゃうんだよね。なんか、うん、大抵成功している社会っていうのは都会にあって、でも自分がやっぱ都会を離れて郊外っていうか田舎に住んでるのも、うん、やっぱ自分は染まっちゃう可能性があるから、それを断ち切るために、うん、そこまで強くないからさ、都会いてなんかそこで自分の創作活動を続けれるみたいなこと、なんかそこまで強くないからやっぱり田舎に行く、うん、だからそうだね、なんか宮沢賢治も自分が一番尊敬できるのは、うん、認められていないながらもずっとずっと続けてたこと、しかもその創作活動と同時並行で学校の先生したりいろんな人の世話したり、うん、なんかもうそこの土地に溶け込んで暮らしてたっていう、そこから生まれた物語とかいっぱいあるし、うん、まあなんかやっぱその都会とかそういう世界にいたら生まれなかったのは確かだなと思う。なんかね、自分の場合はもちろん宮沢賢治を尊敬する人の中の一人で思ってるんだけど、やっぱり東日本大震災が自分の中ですごく大きくて、それまではやっぱ自分の中でもちょっと浮かれてる自分もいたような気がする。で震災以後にやっぱ東北っていう地を見つめ直すことができて、やっぱそこは自分の生まれ育ったとこであって、それこそルーツみたいなものを真剣に考えることができた。でどちらかというと美術の世界っていうことよりも本当に自分の中の世界、こう都会を向いてた美術の中心を見てた自分っていうのが回れ右して、うん、自分の生まれ故郷とかそういうところを見るのにつながった。でその中で自分の中でやっぱ宮沢賢治の再発見っていうのがやっぱあって、それは地方に住み続けて創作活動をずっとしていった、うん、そういうとこあったと思う。うん、子供の時はそれこそ童話しか知らなかったけど、10代の後半くらいから詩とかも読むようになって、でもその彼の詩の中にあるリアリティが頭の中でしか分かんない感じ
うん、それが震災でいろんなものをみんな失って、それがなんか夢物語とか映画でもなく実際にそういうことが起こって、でそれを経験した自分がなんかやっとその詩の中に、彼の詩の中にあるリアリティみたいなものに近づいた気がしたんだよね。うん、で多分妹の死を乗り越えてっていうか、死があって生まれていった詩がいっぱいある、物語がいっぱいある。それが自分の中では東日本大震災だったんじゃないかなって。うん、喪失っていうか、何かがなくなるっていうことは自分の中ではね、なくなるとどっかでまたポコッと生まれるっていう、うん、だから結局ネガティブにマイナスマイナスで考えていくんじゃなくて、もちろん震災の時は自分も何もできなくてすごい無力感もあったし、なんか美術っていうもののなんだろう、無力さ、歌とかだったらいくらでも励ますことできるのに、うん、美術ってのは何もできないんじゃないかみたいに思って、そうでもその中で1年くらい経ってやっぱりなんか生まれてくるものがあるんだよね。うん、でやっぱなんか喪失したものをやっぱ人間は埋め合わせようっていう本能を持ってるんじゃないかなと思って、そう、うん、なんか自分の中のある部分が全くなくなって欠けたんじゃなくてなくなった感じなんだよね、震災でいくと。ところがそこがこう復活して再生するっていうよりは、他のところにこうその欠けた部分は他のところからこうまた出てくる感じ。結局全く新しいものとして再生するっていう感じだったね、自分の場合は。うん、1年間ずっと絵が描けなかったのに、やっぱある時を境に急に描けるようになって、うん、そうだね。はい、確かにね、そうだね。そうか。うん。サハリン行ったんだけど、その昔カラフトって呼ばれてたとこ。そう、ケンジは妹が亡くなって、で多分それを忘れるためっていうか、そういう理由もあったと思うんだけど、そう青森通って連絡船乗って北海道行って、で北海道からまた連絡船乗ってカラフト行くんだよね。大泊っていうとこに着くんだけど、うん、で自分もねカラフト行ったんだけど、サハリンに行ったんだけど、自分はどちらかというとケンジのことは頭になくて、自分のおじいさんが働いてた炭鉱がどこにあるのかとか、そうなんかそういうことに興味があって、最初は行ったはずなんだけど、途中から宮沢賢治がたどった足跡と同じ道を行ってるっていうことに気がついて、で、当時栄浜っていう駅があって、そこが宮沢賢治が生きてた時代の一番北にある駅だったのね、その日本の。でそこに行って、そうで、宮沢賢治と同じところを自分歩いてると思って、線路を探したんだよね。もう駅はなくなっちゃってて、で枕木は残ってるとか聞いたんだけどなくて、でもいろいろこう探してたら枕木があって、わーっとなんかびっくりして、うん、多分枕木ってその頃と変わってないのかなとか思ったりとか、いろんなことを思って、でその時にもうそこをのっぱらでもう何もないようなとこなんだけど、急になんかロシアのちっちゃな女の子が自転車乗って来てて、急に。でびっくりして、でなんかすごいいい顔したから写真撮ったんだけど、そうで後でやっぱなんか時間とか
国とかそういうものを超えてなんかその妹さんがなんか来たんじゃないかなとか、あれは幻だったのかなとか今でも思ったりするんだけど、そういうことありましたね。うん、で白鳥湖っていう湖があって、で銀河鉄道の夜に出てくると思うんだけど、そう駅が白鳥の停車場、そうでその白鳥湖を見た時に昼だったんだけど水面がキラ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 風で光ってて、うん、昼だったんだけど、あ、銀河みたいだな、星がいっぱい瞬いてるみたいだなって思ったのがすごい記憶にあります。うん、宮沢賢治はその樺太旅行の後に銀河鉄道の夜を書くんですけど、やっぱ僕の中ではきっとその樺太まで行ったその旅があって、で妹の死っていうのがあって、なんかそれでできた物語じゃないかなっていう、うん、北の、ね、白鳥座から南の南十字星までこう銀河を鉄道が走ってるようなイメージ、うん、で多分その物語を書くことで浄化されたっていうか、うん、なんか、まあ、自分はさっきも言ったけど東日本大震災の後に自分が創作活動に変化ができて、すごいこう本来の自分に戻ることができた、そこから生まれるものが生まれるものを作れるようになったみたいなのとすごく似てるなって勝手に思ってるんだけど、うん、樺太に行った時に、うん、いろんなとこを回ったんだけど、その廃校になった炭鉱、閉山した炭鉱を訪れた時に、もしかして自分のおじいさんがこの風景見てたのかなって思った瞬間、この風景を見るために自分は絵描いたり外国に住んだりいろんなことしてきたんだなと思って、本来画家になるとかそういう目的もなく、うん、なんかそこでなんかなんて言うんだろうね、うん、自分を見つけたみたいな感じはあったのね。なんか、うん、なんかいろんな人がその自分でその人たちが見て網膜に焼き付いたようなことがなぜかこう自分のところに飛んできて夢の中に出てきたりする。で実際その場に立った時に急にそれがこう重なってリアルに見えて、あ、この風景見るためにずっとすごい自分は遠回りして今ここにやっといるんだなみたいな不思議な感覚になったんだよね。なんか、うん、多分なんか旅っていうのは目的があって最初は行くんだと思うけど、途中からその目的が分からなくなって出会うことが全てこう目的になっていく。だから最初に決めたことじゃないことに出会うたんびにきっとなんていうのかな、まあ、自分の再発見みたいなのがそこで起こるんじゃないのかな。自分の場合はそうだったね。今まで知っていたけど忘れていたものとか、うん、もう忘れてしまいそうだけど忘れちゃいけないっていうことにまた気づいたりとか、うん、焚き火はね、なんかやっぱり火を見るのが好きなんだよね。だから焚き火だけじゃなくて薪ストーブも大好きだし、うん、やっぱなんかこう当たり前だけどどの薪を見ても同じ薪ってないじゃない。そうだからなんかいつも燃えている薪は新しい薪で世の中に同じものが存在しなくて、うん、だからずっと見てても飽きないんじゃないかなとか思ったり、人間も基本的にみんな同じ人間なんだけど誰一人同じ人いない、うん、でその人間がそれぞれいろんなことしてるのを見るのも好きだけど、うん、多分ねそれとすごい似てると思う。薪が全部同じ薪が燃えてたら多分あんまり面白くないんだよね。固形燃料とか、うん、やっぱ考えてないよね。
なんかこうその考えてない状態がなんかゾーンに入るじゃないけど、やっぱ自分が消えて全てのものと一体化してる感じ、そこまでかっこいいかどうか分かんないけど、そう何もない無に近いよね。なんか普通は修行しなきゃね、そういうとこ行けないんだろうけど、やっぱりみんな焚き火見てたりする時はみんな無になってるよね、言葉がなくて。そうだ、東日本大震災があって、なんか美術っていうのが全く無力だなと思ってた時に、自分は絵が描けなくなって、でも絵を描けなかったけど多分本能的にだと思うんだけど、粘土をこねたの。で粘土をこねるって言っても、その粘土がもうお相撲さんよりでかいくらいのもうすっごいボリュームのある粘土で、それをナイフとかそういうものを使わないで、本当にこの手だけでこう作っていった。もう手の跡がいっぱい残る。それまでは綺麗なスムースな表面のプラスチックでできたようなものを作ってたんだけど、急にその土と格闘しだした。でその時にやっぱガーッと生まれた時の自分に戻っていく感覚はあったのね。でいいものできるできないは全く関係なく、やっぱその作業してる間は無になってた。そう、土は面白いなと。なんか絵描く時にやっぱり筆使ったりとかすると、そこに直接画面に自分のこう体が届いてる感じがすごい気楽で、やっぱ技術だったり、しかもキャンバス貼るとこから始めたりとかすると、なんか自分が存在してない時間帯がある。なんかところが土と向き合う時に、この手でこねたり手でくっつけたり剥がしたりしていく時は、その無駄な時間がない。たとえそれが全く制作に直結しない、ただ粘土をこねてる段階とか、そういう時でもすごくこう会話している、体が会話してる。だから大事なのは会話なんだよね。その会話が絵筆だとなかなかできない。なんかすごい客観的に見ないと絵はできていかないんだけど、粘土だと一体になれる、すごい主観で全部できる感じがあって、面白い。なんかその理想郷っていうのはやっぱ大きな社会だとすごい実現しにくいと思うんですよ。でやっぱり小さな社会、小さなコミュニティ、家族とか、親戚とか、一つのちっちゃな集落とか、そういうとこだと実はすごく理想的な生活をしやすい。原風景って自分の中で多分すごい一番大切なものみたいな感じがするんだけど、やっぱ子供の頃の世界観、なんかその中にこう今の自分の全てがそこにある感じがする。その後で大人になってから得たいろんな知識とかそういうものよりも、子供の時に得た感覚、感受性、なんか全部そこにある気がする。でやっぱ戻りたくなると思うんだよね。だからある意味防衛本能じゃないけど、都会いたらダメになるなって俺は思ってたんだと思う。その時は分かんなかったけど、今なんか実は夏いつも1ヶ月以上北海道にいてブラブラしてるんだけど、それはやっぱりすごいこう自分の原風景に近いものがあるからなんだよね。子供の時の感覚になっちゃう。彼の場合は春と修羅、自分の場合は修羅と春みたいな感じで、やっぱずっと修羅の状態があった感じがするのね。で震災の時絵が描けなかったって言ったじゃない。本当に描けなかったんだけど、そこからこうリハビリして描いた大きな絵が「春少女」っていう絵なの。そうだからなんか若い時は本当混沌としててピリピリしててナイフみたいに尖ってて、そう
それがなんか世界とつながって春が訪れたみたいな、自分の場合はね。そう、で不思議なことにその「春少女」っていう絵がすごい反原発の集会に使われて、ステージの上にガーッとその引き伸ばしたのが飾られたり、そうノーニュークスのライブのあと坂本龍一さんが書いた本の表紙に使われたり、自分は何もしてないのにそうやって使われていくのを見てて、やっぱりなんかつながってんだなと思った。なんか喪失して無力だなとか思って、人間ってちっぽけで何もできないじゃんみたいに思った中から、なんか粘土こねて土とこう自然に対話していく中で自分を取り戻していって、もう地についてなかった足をもう一回地につけることができて、で描けなかった絵が描けるようになってできたのがその「春少女」って絵だったんで、制作活動においては自分しかない。周りの人が世界につなげてくれてるだけで、制作の中では本当自分しかない。オーディエンスを想定して作ることもないし、まあでもそれが芸術の力なのかなとも思ったりする。自分の作品がどうこうじゃなくて、人々がいろんな人の創作されたものを語ったり見たり聞いたりして自分たちの世界につなげていく、なんかそれが芸術っていうものなのかなって。結局芸術家とかそういうなんていうんだろう、そういうものを超越して存在してる子が消えても存在するのが芸術じゃないかなって思う。なんかだって今もういないじゃん。すごい絵描いた人もすごい小説家も死んでいないじゃん。残ってるのはそのものだけでしょ。だから結局そういうことなのかなって思う。音楽はね、音楽はやっぱなんかなくなったら困る存在だね。なんか俺絵描いてるけど別に絵を描けなくなっても音楽とか映画とかがあったら、本とかねあったらいいやと思う。なんかそう自分の中で自分が創作することは実はそんななんだろう上の方にない。なんかやっぱ一生映画見たり音楽聴いたり本読んだりしていたいし旅していたいし、そういや多分俺絵描いてる時間より音楽聴いてる時間の方が多いし、なんか何が本業か分かんなくなっていく。たまたま絵の方が先にこう芽が出たからみんな俺のこと画家だと思ってるけど、そうじゃない自分がちゃんといて、その中の一つがその音楽 DJ するとかなんだよね。なんか高校卒業して上京して自分が初めて東北っていう地方から都会に行って一人ぼっちになった時に、その自分の存在をこういう風な生き方しかできないのかなってなんとなくこう悲観的に思いながら、なんだろうこのなんて言うんだっけそういうの、弱いヒーローというかなんかグスコ・オブドリの伝記とか、あるいはヨタカの星とか、なんか社会的になんだろうなんか相手にされない全く小さなものではあるんだけど、でもそれを自分を犠牲にして世の中のために立ちたい。でもそれを世の中の人は誰も知らないみたいな、せめてそういうふうには生きていこうみたいに思った時があったね。その東京出て一人ぼっちの頃、宮沢賢治はその世界観が大きいすごい狭い世界に生きてない。多分それが
それはね、彼がその文学界文芸界っていうところに行けなかったいなかったからかもしれない。地方に住んで創作活動をしてたからかもしれない。でもとにかく世界が広い、うん、ちっちゃな子もいろんな人生経験したお年寄りもみんな共有することができる世界を持ってる。それこそ一回子供だったことがある人たちはみんな分かることが全部書かれてる。うん、だからね、なんか違うんだよね、文芸とか文学とかそういうもっと広いものを表現してて、うん、なんか自分は本当東北に生まれてよかったなっていつも思うよ。うん